遺棄についてはほとんど知らないと言っても過言じゃないぐらいの知識量で、歴史が古い島みたいなところでの捉え方はしてましたけど、来るまでには別に具体的なイメージはなかったというか、そういうところですね。ライブドローイングはもともとそのノーアイデアで立ち向かうので、あんまり事前に考えないし、その主体とかも作らないんですけれども、普段どれだけこう溜め込んでいるかみたいなところが割と勝負の鍵で、それは溜め込むっていうのはその絵的なボキャブラリーというか、そういうディティールの積み重ねで画面を構成していって、結果割とグラフィカルにまとめてしまうんですけれども、下書きしない絵の限界というか、ある程度自分の中で見える構成っていうのがかなりグラフィカルじゃないとちょっと辻褄が合わなくなっていくっていうのもあるんですけど、技術的にね。だからこっちに来て得られたイメージの断片を描いていく。でまず最初に描いたものが何に見えるかみたいなところからスタートするんですけれども、何が出てくるかわからないので、基本はもう行き当たりばったりに書いていくんですけれども、行き当たりばったりに書くっていうのはその無責任に書くっていうことではなくて、とりあえず最初に出会ったものにどう向かうかっていうことで、最初に出てきたその例えば牛のイメージから息の中にいておかしくないビジュアルみたいなものをその人にそのモチーフにマッチングしていくっていう作業をずっと繰り返していくわけなんですけれども、だからそこ神社に行って感じたものとか、そこで見たもので出会った人とか起こった出来事みたいなものが多分いろいろ作用してて、そのどう作用するかは実は自分でもよく分かってないし、あんまりそこを分析的に考えてないので、ここの線に対してこの線はいいか悪いかみたいなことでしか前に進んでいかないっていうのがあって、繰り返しが効かないので、そういう意味ではすごく息で書くってことは
割と書きやすかったのかなっていう気がしますね。イメージの出会いが大きかったっていうか、普通より多い感じがしますね。すごい極端な言い方をすると飽きてるわけですよ。そのライブドローイングで絵を描くということにね。でもその飽きてる中で前のよりはいいものにしたいみたいなところが一つのモチベーションとしてあるんだけど、それはやっぱり場所によって変わっていくこともあるだろうなっていう期待がちょっとどっかにあって、なので息で描きませんかっていう話をされた時に、それは自分の中ではまた別のものが生まれるんじゃないかという期待値がある依頼ではあったわけですよね。だからそれで受けたっていうのは大きいんですけど、ライブドローイングを始めたのは結果的な話で、この10年ぐらいなんですけど、それでやっている中で自分の中のその引き出しみたいなものをどんどん開けていく作業をずっとやってきてるんですけど、もう開ける引き出しがないっていうか、あとはもう組み合わせだったりとか、その中でもやっぱりちょっと自分を信用したいみたいなところがあって、昨日よりはちょっとは上手くなってんじゃないのとか、意識して描いていくことでちょっとでも上手くなっていきたいっていうのが俺の絵を描く最大のモチベーションなんで、それの何かの助けには毎回なるんじゃないかという期待を込めて紙の前に立つんですよ。でそれがうまくいくことはほとんどないんですけれども、なんとか終わったみたいな安心感といい絵ができたっていうのは全然別の話なんで、そこでどうだって問われるとまだ自分の中ではそのベストではないものしか描けてないっていうところにどうしても立ち入っちゃうんで、そうすると終わるとへこむみたいな。だからもっとできたんじゃないかとか、そういうのはあるんですけどね。いろんな制約があってのようなことだから、それはそれで込みでその時の自分の持っているものがどんだけ出たかっていう話でしかないんだけれども。
技術的な部分ではうまくはなっていくんですよ。その画面に対してどう自分が動くとどういうストロークが描けるとか、そこで表現力が上がってるかっていう話とはまた別問題で、だから1回目そのライブドローイングみたいなことを始めるにあたって最初白い紙を前にするとこれ書き終わらないんじゃないかっていうところに入っていくんですね。ずっとそういう気持ちと向き合ってって線で埋めていくっていう作業なんですよ、ライブドローイングは。だそこは未だに変わんなくて、書けそうな気持ちっていうのはあっていいけど、これは書けるぜと思ったら方向がずれていくっていうか、でずれた時に小さいパニックがやってくるので、基本的にはもうその流れに任せるしかないんだけど、どう流れるかみたいなものを信じて集中力を切らさないっていう作業が割とライブドローイングのほとんどの仕事のような気がしてて、だから疲れますね。でも一応作品ってやっぱり一個作ると何個かテーマが生まれるので、次につながっていくなという気持ちなんですよね。なんかそれでしか前に進めないっていうか、書いてないと書けなくなるし、書いてれば書けなかった部分が次のテーマになるし、行ける場所があるかなっていう気はあるんだろうなと思って、そこは信じながらやっている感じですね。最初はテーマの生み方がよく分かんなかったんだけども、展覧会活動をするようになったのはこの 7,8 年なんで、そこで初めてその自分の作品を作るみたいな難しさに直面し始めるんですけれども、やっぱりその自分の中に別の自分を作るっていうのが作業としてあって、批評的に自分を見られる人だから、その中であれはもうちょっとこっちの方向で絵を描くといいんじゃないのかっていうことを言ってくれる人をいかに客観的に作り上げるかみたいな作業が展覧会かなと思ってて、それはなんとなく方法論は今見えてきているので、それほどコマーシャルの時の仕事と違いはなくなってきている。で逆に言うとコマーシャルワークの中にプライベートワークが近づいてきているところもあって、割と2つとも混ざり始めているのが今かなっていう気がしますね。まだ何もやってない感じしかしないんですけど、振り返るともちろん要所要所にねフラッグは立ってるんですけれど、でもなんか思ったより数少ねえなみたいな、そういう見方しかできてなくて、こんなにやってなかったっけっていう感じですかね。でそれかけた時間に対しての自分の自分が自分にもたらしたものが少なすぎるっていうか、なんかもっと上手くなってたはずなのにとか、そういうことしか今は考えられないですけど、逆に言うと30年程度じゃこんなもんかなっていう気もしてて、とりあえずあれだ、北斎がね90歳まで絵を描いていて、で死ぬ間際の絵とかもものすごいみずみずしいんですけれども力強いし、年を取るみたいなこととこれから立ち向かっていかなきゃいけないんだけれども、体力が落ちて集中力も落ちる、であともう目もかすむしね、
自分と戦う比率がどんどん増えていくっていうか、絵と格闘する以前に自分をキープしていくっていうのはすごい大事なことなので、気を使う時間を増やすということと、あとまあやっぱり一応目標は100歳以上まではちょっと現役で描いて死にたいなと思っているので、そう考えると、まあ、あと50年描けるなっていうのがあるので、まだ倍以上描けるっていうのがねあります。だからまあここからまた上手くなっていけるといいなっていうことでしかなくて、昔のことはね本当にもうなんかどうでもいいというか、覚えてないっていうかね、振り返ろうとしても霞がかかっているっていう、そういう感じなんで、今後に期待してください。そんな感じです。